来週どこ行く ?2 周年までにやっておきたいこと。ジャスパルと申します。サマーフェスティバル2025お疲れ様でした。満足のいく結果になりましたでしょうか。私はカモネギが全然出てこなくてねーって感じだったんですけれども、まあ間違いなくドキドキの1週間ではありましたね。そんなわけで来週から7月に入っていくわけなんですが、7月といえばポケモンスリープの周年マンスリーです。周年を祝わないアプリゲームなんてこの世に存在しませんので、今年も周年イベントが来てなんやかんや環境に大きな影響があることと思います。なので今のうちに何をやっておくと良さそうか整理しておきたいなと思います。2周年では何が告知されるんでしょうかね。それでは参ります。ということで、まずは7月のイベントスケジュールをなんとなく予測して、その後でやっておきたいことをまとめていきたいと思います。てなわけで、7月のイベントスケジュールなんですが、まず来週7月の1週目。昨年はこのタイミングでポケモンスクスクウィークが行われていましたが、現時点で何も告知がないので、おそらく今年は特に何もない週になるかと思います。やりたいことを進めておこうぜって感じでしょうね。で、2週目は、昨年はもうすぐ1周年記念プレゼントウィークというものが行われていました。ボーナスが非常にシンプルで、毎日150スリープポイントがもらえたっていう1週間でした。それだけ。今やスリープポイントも超貴重なので、これぜひやってほしいですよね。その他のボーナスが特になかったので、事実上の何もない週ではありますね。好きなこともやりつつ2周年フェスに向けて準備をする、そんな1週間になるのかなと思います。なお、7月10、11、12日、木、金、土曜日はグッドスリープデーとなりますので、スリープポイントもり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 になるかもしれませんね。比較的週末でもあるので、まだ見ぬ寝顔集めにも有効に働いてくれそうです。で、7月3週目。昨年はここで周年記念イベントが行われました。1周年記念フェスティバル。2週間続くイベントで、ポケモンスカーレット・バイオレットのパートナーポケモン、ニャオハ・ホゲータ・クワッスが登場しましたね。また毎日プレゼントがもらえたりだとか、新情報がちょっとずつ公開されていったり、眠るのが楽しくなる2週間でした。また昨年はミニアメブーストも開催されました。今年のアメブ頻度だと来てもおかしくないかと思います。お休みリボンだったり、スキルストックのアップデートなど、ゲームプレイに大きな影響を与える情報が出てきましたよね。また食材バッグの拡張などもあったので、そこは今年も注目したいところです。ってことで、7月3、4週目が2周年フェスの可能性が高そうです。どういった形式となるのか告知を待ちたいところです。おそらく全フィールド開催となるかと思うので、好きなフィールドに行きつつ、2周年で実装となるポケモンを探す、そんな2週間になるかなと思います。なお、7月20日日曜日がポケモンスリープのバースデー当日で、7月22日火曜日にはポケモンプレゼンツも予定されています。2月のポケモンプレゼンツではクレセリア対ダークライが発表されましたので、下半期の伝説イベント開催にも期待できるかもしれませんね。またおそらく7月24、25、26日木金土曜日でニュームーンデーも重なるはずです。新ポケモンの色違い出てきてほしいですね。そして7月の5週目、8月に差し掛かるんですが、昨年はこのタイミングでアップデートがありました。周年イベントで告知されたお休みリボンとかが実際に追加されたタイミングはここですね。今年はこのタイミングで若草 EX が来る可能性があります。現時点では7月末から8月上旬頃のアップデートで実装予定とのことなので、開発が順調にいけばここに来るかもしれませんね。もしそうであれば2周年フェスが終わったら若草 EX に向けた準備をして、8月の2週目に若草 EX アタックみたいな流れが起こるかもしれません。といった感じで2025年の7月は進行するのかななんて思います。1週間とかずれることはあっても、イベントの大枠はこんな感じなんじゃないかなと思ってます。で、新フィールドは一体いつ来るんでしょうかね。そのあたりも2周年フェスの告知を待とうって感じになってるかなと思います。てなわけで、7月のいわゆる何もない週は1週目、2週目、5週目が可能性高そうだなと思います。ってことで、特に来週、再来週は結構フリーに動けそうなので、ここで何をしておくと良さそうなのか考えていきましょう。パルがやっておきたいこと、大きくこの3つかなと思ってます。厳選育成、夢のかけら集め、レシピレベル上げ、順番にお話ししていきます。まず最初に厳選育成ですね。
イベントでポケモンのピックアップがあると、お目当てのポケモンに出会える確率は相対的に低くなりがちとなりますので、普通の週が嬉しいって方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。今ゲットしておきたいポケモンについては、この動画やこの動画が参考になるかなと思います。超ざっくり要約すると、次のフィールドで活躍しそうな虫、毒、ドラゴンタイプのポケモンとか、ゴールド環境で活躍しなかった激辛ハーブや若草コーンが次の環境で活躍するんじゃないってことで、おすすめはミニ竜、アゴジムシですかね。個人的にはピンプク、カモネギ、ニャオハ、ゼニガメ、不思議だねあたりも熱いかなと思ってます。卵、ネギ、蜜、ミルクの需要が増しましたよね。絶妙にフィールドがバラバラなので、いやマジでどこ行きましょうね。ミニ竜、ニャオハ、不思議だね、ゼニガメのラピス、アゴジムシ、カモネギ、ニャオハのゴールド、ピンプク、カモネギ、ゼニガメのシアンあたりに行きたくはありますかね。来週ウトウトが出そうならラピスかゴールドで、スヤスヤぐっすりならシアンとかにしてもいいかもしれませんね。でもピンプクってスヤスヤじゃなかったですね。ベイビーポケモンなのでぐっすりなので、ぐっすりが出そうならシアンって感じでしょうか。もしかするとね、2周年イベントでミニ飴ブーストも来るかもしれないので、それに向けての厳選や飴集めをするのもいいかなと思います。そんな厳選育成についてでした。続いて夢のかけら集め。ミニアメブーストの話題も出ましたし、アメロボでかけらが減ったタイミングかとも思いますので、夢のかけら集めも積極的に行いたいですよね。もともと新フィールドの鍋拡張のためにかけらを300万とか350万くらいまで貯めておきたいななんて思っていたんですが、とりあえず2周年フェスで新フィールドについての言及があると信じて、そこまでは貯めておくつもりでいこうかななんて考えてます。進化前のポケモンを探すのであれば、エナジーを盛りすぎない方がいいみたいなところもあったりするので、夢のかけらゲットポケモンをお持ちの方は厳選と並行してのかけら稼ぎやってみてはいかがでしょうか。リサーチランク65が近いのであれば、いわゆる年金生活を目指してエナジーだったりリサーチ EXP が稼ぎやすそうなフィールドに行くっていうのもいいかと思いますね。パルもがっつりマルノーム編成やりましょうかね。マルノームのいるアカウントそろそろ300万かけらほど貯まりますので、一旦350万目標でやっていきたいなと思います。それで鍋拡張が足りることを祈っておきましょう。そんな夢のかけら集めについてでした。続いてレシピレベル上げ、これも並行してやっておきたいなと思っています。今年に入って追加された食材数100を超える超大型レシピたち、無課金パルでは作るのなかなか苦労するんですが、これも育てておけるとより多様な食材を活かせる選択肢が持てるようになるので、例えば若草 EX で普段とは違う編成にした時に対応できる範囲が大きくなったりだとか、新フィールドが来れば鍋が大きくできるはずなので作りやすくなってスタートダッシュが切りやすくなったりだとか、スタートダッシュ目当てで煉獄カレーとかマカロンを育てるっていうのもありだと思いますね。鍋サイズが72、75、78、81まで大きくなるかと思うので、78まで拡張できれば煉獄カレー、マカロン、スキルなしで作れるようになります。そのあたり夢のかけらだったり料理パワーアップ持ちのポケモンと相談して決めてみてください。料理パワーアップ S レベル7があれば、72あればすき焼きとエクレアが、75まで上げればリンゴさんサラダまでカバーできますね。そんなレシピレベル上げについてでした。と、今後のためにやっておきたいのは大きくこの3つかなと思ってます。あとは個人的にポケサブレ集めというか節約も重要かなと思ってますね。昨年同様2周年フェスでパートナーポケモン3体追加とかになるのであれば、サブレの消費スピードもえげつないことになりそうですし、新フィールドが来るのであれば新食材持ちのポケモンが来るでしょうから、そっちでもどっちり使うはずですよね。今年のもうすぐ周年プレゼントウィークあるのであれば300スリープポイントくらいくれませんかね。そもそも開催されるかが謎なので何卒よろしくお願いいたします。ちなみに投稿した時点では6月のスリープポイント交換所の交換期限間もなくとなっております。7月1日の8時59分までなので、毎月1日の9時に交換所切り替わってしまいますので、交換し忘れないようにお気をつけください。まだだったよって方、今すぐ動画を止めて行ってきてください。今です。今すぐ行ってください。タイムスタンプで戻ってきやすくしておきますので、パパッとやってきてください。どうぞ。ということで皆さん行ってきて戻ってきてくださったでしょうか。
といった感じで、厳選育成、夢のかけら、レシピレベル、サブレ節約、そのあたりから複合的に考えて、来週どこに行こうか考えてみていただけたらなと思います。パルはメインアカウントはミニ流厳選が一旦落ち着いたと言える状況になったので、ニャオハとゼニガメを探したいんですよね。ニャオハかな。料理パワーアップ S がねやっぱ強いんですよね。今後ね鍋拡張重ねがけ前提のレシピ、超大型レシピみたいなやつも出てくるんじゃないかなと思えばちょっと欲しいんですよね。なのでニャオハカモネギ狙いのゴールド行こうかななんて思ってます。でサブアカはがっつり丸ノーム編成をしたいんですけど、厳選的にはキノコ、ネギ、卵となるとシアンなのかな。ウパー、カモネギ、ピンプクいやでもアゴジムシを諦めなきゃいけないのどうしよう。ちょっとギリギリまで悩んでおこうかなと思います。一旦ゴールドかな。ゴールドでちょっとね食材とか整えてからシアンに行くとかにするかもしれませんそんな感じでねフィールド決めてみようかなと思っておりますけれども、皆さんは何を重視してどこのフィールドに行かれますでしょうか。またこういうことにも気をつけた方がいいんじゃないとか、何か思いつくことあれば何でもコメントしていただけますと幸いです。一瞬ね落ち着くこのタイミング、好きなことやっておきましょう。そんな来週どこ行く2周年までにやっておきたいことでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつも温かいグッド本当にありがとうございます。それでは2周年に向けていろいろと準備進めておきましょう。新情報一体何が来るでしょうかね。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。